こんにちは。今日はね、僕がやってみたい仕事についてお話ししようと思います。まあ、人生がもう一回あったらやってみたい仕事みたいな感じですね。僕、19歳、大学生の時から日本語を教えるっていう仕事をしてるんですよね。なので、他の仕事とか全然したことなくて、まあ、これしかしたことないんですけど、今の日本で19歳から仕事始めるって結構早いんですよね。大抵大学卒業した後とか、もちろん高校卒業した後とか中学校卒業した後仕事し始める人もいますけど、ほとんどたくさんの人は、大学卒業して、22歳とか23歳ぐらいで働き始めるっていう人が多いし、その後大学院に行ったらもっと後で仕事始めるっていう人も多いんですけど、僕は大学に行きながらその仕事を始めたんですね。なのでそうやって大学生90歳になるまでどうやって90歳じゃない19歳になるまで、どうやってそう日本語を教える人になったかっていう話もちょっとしようと思うんですけど、僕めっちゃ田舎に生まれたんですよね。田舎で生まれたんですよ。奈良なんですけど、それであんまり家にお金がなかったんですよね。なのでその海外旅行とか、留学ももちろんできないし、そのコンピューターとかも買うお金もあんまりなくて、なので子供の時はその日本のこと、自分の住んでいる場所のことしか知らなくて、食べ物とかも外国の食べ物ほとんど食べたことなかったんですよ。中国料理とか韓国料理は食べたことあったんですけど、そのベトナム料理とか、アメリカの、ピザとか全然食べたことなかったんですよ、子供の時。でもテレビは家にあったんですよ。それでテレビで時々外国についての番組とかあったんですね。それ見て、なんか日本じゃないところ、こんなところがあるんだっていうので、奈良以外、僕の住んでいる場所以外のことをもっと知りたいなって思って、外国の文化とか国際的なことですねに興味を持ったんですね。でそんな時に中学生ぐらいですかね、その留学生が僕の学校に来たんですよね。その人オーストラリアからの留学生だったんですけど、その人とちょっと仲良くなって、いろんな外国のこと、オーストラリアのことなんですけど、僕にとって、全部新しいので、外国のことをいろいろ教えてもらって、でその代わりに僕がその人に日本語を教えてたんですよね。でその時ぐらいから、大人になってもこれ続けたいなって思って、でそんな感じで大学から日本語を教えることになったんですけど、つまり他の仕事を全然したことがないんですね。でもやってみたい仕事はいろいろあるんですよ。なので今日はそれについてお話ししていこうと思うんですけど、まず最初はね、動物と関係する仕事ですね。なんか動物園の人とか動物の医者とか動物について研究するとか動物についての仕事、そういうのをやってみたかったんですね。もともと僕が、生まれてその最初の夢は動物園の人だったんですよね。動物を、育てる人ですね。そこで仕事したくて、その小さい動物も大きい動物も、めっちゃ好きだったので、いつか大人になったら動物園で仕事したいなって思ってたんですけど、今でも、してみたいですね。本当に楽しそうだしね、もちろん大変な仕事だとは分かってるんですけどね、その動物の健康についても考えなきゃいけないですし、毎日夜も見なきゃいけない。夜のシフトももちろんある動物園もたくさんあると思うんですよ。なんで大変な仕事だっていうことは分かってるんですけど、それでもやっぱりやってみたい仕事ですね。で、2つ目はなんかデザイナーとかアーティストとかそういう仕事ですね。クリエイティブな仕事っていうんですかね。アーティストって言ってもその歌とか歌うアーティストじゃなくて、なんか画家みたいなそういうのをやってみたいですかね。何かデザインするとか、絵も全然上手じゃないので、全然上手じゃないんですけど、見るのが好きなんですよ。めっちゃ興味があるので、そういうなんか自分の頭の中にあることを、なんか書いて、それがたくさんの人に評価されるっていうのは本当に
素晴らしい羨ましい仕事だなってよく思うんですね。もちろんこれも動物園の人みたいにそのストレスとかプレッシャーとかいろいろあると思うんですけどね、まあ、やってみたい仕事ですね。で、3つ目はね、大工さんですね。家を作る人、家とか、まあ、建物を作る人ですね。やっぱり何か自分の手で作れる、大きいものを作れるってかっこよくないですか？僕にとってめっちゃかっこいいんですよ。その旅行とか行ったらいろいろなんか大きい建物、高いビルとかね、神社とかお寺とかそういうの見た時に、まあ、大きさがすごいっていうのももちろん思うんですけど、その大きさがすごいっていう気持ちより、そのこんだけ大きいものを僕と同じぐらいの、僕と同じ人間がみんなで作ったっていうことに感動するんですよね。まあどんな家でも同じですけど、本当に何もないところに、まあ、人だけでまあ、2階とか3階の家を作って、そこにいるだけでまあ雨にももちろん濡れないですし、風にも当たらなくて、なんかすごいなって思いますね。まあ、大工にもいろいろ種類があると思うんですけど、僕が特に興味があるのが宮大工っていう種類の大工さんですね。まあ、宮大工っていうのはなんか日本の伝統的な建物、神社とかお寺を、作ったり修理したりする大工さんなんですけど、そういう人たち特にかっこいいと思いますね。っていうのも、普通なんか建物を作る時ってなんかドリルとかね、ネジとか金属使うじゃないですか。そっちの方がちゃんと丈夫に作れるじゃないですか。でもその宮大工の人ってドリルとか、ネジとか金属も全然使わないんですよ。と木を完璧なサイズで切って、それがその完璧なフィットになるから、結局金属があるより長い時間その木だけでも、壊れないっていう、まあ、そういう特徴があるんですね。でそういう、まあ、技術とかも僕全然わからないですけど、なんかもう一回人生があったらそういう仕事もしてみたいなって思うんですね。まあこれ見てる皆さんはなんか自分がしてみたかった、なんかもう一回人生があったらしてみたい仕事とかありますかね？またなんかよかったら僕にも教えてください。それでは今日は僕が、してみたい仕事についてでした。今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。